皆さんこんにちは。久しぶりです。イギリスに帰ってきてから6週間ぐらいが経って、で今オックスフォード大学にもう戻ってきて勉強しています。最近、またビデオアップしようと思ったんやけど、なかなか時間がなくて、ほんでせんくて、で最近その流行ってる結構話題になってるジュリアン・ブランクのその白人が日本に行ってちょっとセクハラみたいな話なんやけど、そのビデオがもう結構一挙に話題になってきて、僕もそのビデオ見てて、いやこれはちょっとなと思って、じゃあ僕の意見を含めてビデオ作ろうかなと思ってこのビデオ作りました。みんなが多分言った通りに、最初このことについては俺2つの点があったんやけど、あんねんけど、とりあえずみんなが言ってると一緒やけど、やっぱりこの人があかんっていうこと、この人が日本に行ってでクラブ行ってで日本人の女性を無理やりに性的なことをさせようとするとか、普通にスーパーに行って、ビデオ見てもらったら分かると思うんやけど、スーパーに行ってでなんかその店員さんになんか首にチューしようとかしてて、なんかよく分からへんけどもう完全にセクハラみたいな、もう法律的にはアウト、完全にあかん、ダメ、バード、ノットグッド。でなんかもう結構その意見を言ってるビデオが結構あると思うし、で僕の見たビデオの中で結構みんなが同じセクハラがあかんとか、もし日本人の女性やったらこういう人がおったら来るなとか、こんといてと言ってくださいよっていうビデオが結構使われてると思うんやけど、結構違う視点から見てみたいなと思って、でこのビデオを作ったんやけど、もちろんそのセクハラのことが一番大事なポイントはやっとも完全にあかんと思うし、でこの人に日本におってほしくないし、日本人じゃないけど、俺日本に興味ある人としてはそれはあかんと思うし、で女性に対してはそれもあかんし、完全にセクハラとくのはもうその人もう完全にあかん、アウトアウト、もうほんまにやめてほしいな。でちゃう視点から言うと、結構このビデオとかそのジュリアン・ブランクのビデオを見てる人の中で、僕は日本に興味があるとか日本語できる人とかおって、でその人がそのビデオを見てあかんと思ってる人がおると思うしな。でも逆にその人がそのビデオを見てもでも今は僕は日本におれへんから俺と関係ないとか、もう日本と遠く離れてるから僕と関係ないと思ってるする人はおると思うしな。だけどそれがちゃうと思う。でなぜかというと、その人が日本に行ってこういうことやってるやんか。でほんで、そのもしクラブに行くとして、クラブに行ってナンパしまくって、でもこのセクハラとかしまくって、でその周りの日本人とか他の外国人とかはそういうことを見て、白人はみんな一緒かなとか、で白人はみんなそういうことするかなとか思ったりする人はおると思う。多分みんなではないけど、そういうやっぱり自分のなんて言うやろな、自分の経験に基づいて何かの意見を作り出す。だからいつもリンゴを食って、毎回そのリンゴが酸っぱくて、リンゴイコール酸っぱいとかと思うやんか。そういう簡単に言うと、だからいつもこういう白人とこういう外国人を見て、でそういう行動を見たらやっぱり外国人イコールこれ、白人イコールあかんな人とかって思ったりする人はおると思う。ほんで自分が白人で外国人で日本に住んだことあるし、で結構日本に行ってノリでとか、ノリっていうか誰の冗談でも言われるのは、日本語のきっかけがもしかして日本の女性とかさ、そういうイメージ持ってる人は結構おる。で日本にクラブ行ったら食いに来てるやんかとか、やりに来てるやんか、日本におるのはあんたナンパしに来てるやんかとか言われるたまにね、言われるな。そういうことはあるけど、別にそういうステレオタイプのイメージ持ってる人がおるっていうのは分かってるから別に気にせんねんけど、やっぱり白人とか外国人としてはそのみんなそうではないとかな。勉強しに来てる人は結構おる、仕事しに来てる人は結構おる、こういうナンパしに来てる人はおるっていうのは分かってんねんけど、みんなではないし、でその 90% ではないし、でもこういうほんまに最悪あかんなやつがおるしな。
それはなんかもうクラブ行ったらたまにそういう人見かけるし、でなんか恥ずかしいなみたいな、外国人としてな。でまあ言いたいのはやっぱり今日本におれへんから俺と関係ないとか影響がないと思うにもかかわらず、実際は影響あると思う。だからこの人がおってこのままやっと同じことをやっていったら、やっぱり外国人に対するイメージがダウンする、外国人に対するイメージがダウンしてまうっていうことだね。だから今度僕がもしあなたとかは日本に行くとしたら、結構外国人のイメージがダウンするとか、自分もそういうダウンしてほしくないよ。だから自分としても外国人としては恥ずかしいし、日本人の女性にとっては危ないし、やっぱりこういうことしてほしくない。その人もう日本におってほしくないし、入国してほしくないしな。だからもう入国できないように祈ってますだからもう結構何て言うべきやな、この人がその外国人、日本に行ってる外国人にとっては結構責任があると思う。だから自分のコードには、こういうことやったら他の外国人にもその風にされちゃう。だからいつも自分があかんことやったら、なんか泥棒とかなんか店に行って盗んだりしてたら、スリとかやってしたら、でなんかもう外国人イコールスリとかそういうイメージができちゃうから結構そこで、自分のことだけではなくてその外国人として全体的に責任を持ってる、責任がある。だから自分のことに気しなければならないし、で逆にこの人あかんやつがおるからこそ、そういうことおったら、その人が、日本にもう入れないように応援しなければならないと思うしな。とりあえずそういうこと。ほんでもう結構やばいと思うしな。これが恥ずかしい。そうだからこれからどうなるかもう分からへんねんけど、結構いろんな活動がやってるみたいだし、でほんで日本人の人だけではなくて、もう外国人の人もアメリカの人とかアメリカ人とか、イギリス人の人、俺の Facebook の友達も同じ投稿してるみたいやけど、もう結構世界中いろんな人がこういうビデオ見て、やっぱりこれがあかんなと思って、ほんでそういうことがもうないように頑張ってます。でそれがいいことだと思うし、でももうなんかキモいのはこの人がセミナールをやってて、でそのセミナールの中で僕のナンパのコツはこうですよとか言ったりしてて、平気でな。ほんで日本の話になったらこの人がもうなんか無理やりに女性の玉を自分のあれの辺にバーって無理やりに何よりもうなんかもうキモすぎて、結構それがなんかもう言葉にできないぐらいキモみたいな。でその人がそれを売ってる、その人の仕事がそういうことだから、つまりセミナールやって、今日はこういうレッスンですよみたいな。で夜にはみんなでクラブ行ってそういうことするんじゃない？そういうことなんかそれは意味が分からへんし、しかも読んだのはそのセミナールがそのビデオ映ってるやつが一人が$3000だから、もし100人が行くとしたらみたいな。それがそいつのビジネスみたいな感じです。それくらいですね。また別のビデオアップしようと思ってんだけど、ちょっとハッピーなビデオ今回はしますみんなどう思いますか？バイバイ。